今日はスーパーに来ました。するとなんとマンボウが売っていました。運命を感じたので持ち帰ってさばいてみたいと思います。マンボウって重たいって伝えなきゃってな感じで買ってまいりました。海の異端児マンボウちゃんです。めっちゃでかない？ほら、うわずっとこの子をさばいてみたかったんで、今日はこの子を丸々1匹使って美味しい料理作っていこうと思います。さすがにでかいな、これは。マンボウはフグ目に分類されてて、フグやハリセンボンの仲間なんだけど、ハリセンボンもフグも自分でさばいたことあるんだけど、僕今回マンボウをさばくのも初めてで、食うのも初めてなんで、バッチボッコに楽しみ。マンボウは最大約3メートルで、体重も約2トン以上になるんで、まだまだね、この子1メートルぐらいなんで、ちっちゃい子なんですよね。ちょうど1メートルぐらいか、98センチだね。生息地といたしましては、世界中の温帯から熱帯の海に広く分布してて、実は日本近海の海にもたくさんいるお魚です。マンボウには一般的な魚類に見られる鱗は存在してなくてですね、このさ、わかるかな？ヌルヌルの体表で、細菌と寄生虫から身を守ってるんだけど、実際はストレスでぬめりが取れたり、寄生虫も無視して体表にたくさんつくのよ。でもさ、皮膚は結構丈夫なのよね。ちょっと音聞いて。ほら。結構硬くない？この感じ。みんな見て、寄生虫いました？寄生虫これ多分ノルドマンウオジラミだと思うんですけど、マンボウの体表によく寄生する寄生虫ですね。じゃあね、次はお口見ていくんですけど、いや、すっごいな、この口。あ、痛い痛い痛い。あ、結構痛いな、これ。さすがフグ目なんで、このさ、くちばし、この歯がね、すっごい丈夫です。この子の好きな食べ物は、クラゲとか動物プランクトンをよく食べてて、胃の中からは大量のクラゲが出てくるみたい。次はお目目だね。いや、お目目おっきいね。これ羨ましいよ。それでですね、マンボウは視野が狭いって言われてて、速い小魚とかを追うのは絶対できないんですよね。だから動きがノルマなクラゲとかを日常的に摂取してると思うんですけど、胸びれは結構ちっちゃめだよね。姿勢とか方向転換の補助をしてる役割だと思います。腕持って背びれと尻びれなんだけど、これがメインの推進力で、背びれと尻びれをこんな感じでパタパタして前に進みます。ここまで行きます。ほら、尾びれは退化してて、これ舵びれって言うんですけど、これでブレーキだったり方向制御してます。じゃあそんなとこで早速この子のこと今からさばいていこうと思います。これからマンボウをさばいていきます。マンボウってここら辺に消化管があって、その少し上に肝臓があるのよね。だからまずそこから取り出していきます。あ、でもね、一回包丁入ったらスーッといくね。うおー、なに水めっちゃ出てきた。おー、やばいやばい。消化管も少し傷つけちゃったかもしれませんね。体液が漏れちゃってるな、少し。うわ、消化管やっぱ長いね、これね。マンボウって消化能力マジで弱くて、こんな感じで消化管を長くすることによって補ってるんですけども、消化管取り出してきます。取れました。血がめっちゃ出てきてるよ。すごい、肝臓から血の量がえぐい。すごい。これ、うっせないわ、うっせない。よっしゃ、消化管と肝臓を取り出せました。これね、匂い嗅いで一発で分かったんだけど、甲殻類なんか食ってますわ。殻を消化した時に出る匂いなのよ、これ。見た目はちょっとあれなんだけど、この消化管めちゃくちゃ美味しいんです。綺麗に洗って加熱調理するとマジでうまい。三重県とかだと、道の駅とかスーパーでも普通に売られてる食材です。マンボウのレバーこれめちゃくちゃうまそうじゃない？地方だと炒め物にしたり、肝醤油で食べるんだけど、マンボウってご存知の通り寄生虫めっちゃ多いのよ。特に消化管だったり、こういう肝臓にね、寄生虫が集中するから、湯引きをして、肝醤油とかで食べます。はい、それじゃあ頭を落としてきます。はい、みんな、マンボウの頭切れました。マンボウの脳ってどこら辺にあるんだろうな。多分ここら辺かな。マンボウの脳ってめちゃくちゃ小さくて、2000キロの巨体でも脳の重さわずか5グラムしかないの。もう1円玉5枚分よ。一方で魚類の中で最も体の比率で脳が大きいのはマンタです。マンタは脳みそがかなり発達してて、特に前脳の部分ですね。記憶とか感情、学習に関わるとされる脳みそがすっごい大きいの。異常なぐらいに大きい。あ、見て、身の部分出てるよ。筋肉の部分繊維状になってるね。めちゃくちゃ。マンボウのなんか身質って縦に割れてるんだね、これ。よっしゃ、早速今からね、この子を姿作りにしていくんですけど、上面のこの皮を全部取ってきます。皮目の上からやるより下組織が結構硬いから、ここに沿って刃を入れた方がいいと思うんだよね。
結構歯スースー通るの、本当に柔らかい。中まで入っちゃえばかなりね。あ、ここ少し硬いよ。骨が入ってるとこかな。あ、柔らかい。よし、消えた。ブリッブリ。あ、手でも剥がせる。あ、これ相当水分入ってるぞ。かなりいい感じ。ここら辺すごいね。お、来た。よし、ドドン。ちょっと身残っちゃったけど、まあいいでしょう、全然。よし、みんな上の皮は全部取れて、これがマンボウの断面図だね。めっちゃ面白いと思ったのが、この背びれパタパタするからなんか筋肉が密集してるんかなと思ったら、ほらトロットロよ。これなんやこれ、どうなってんや。でですね、こっちが切り取った部分なんだけど、皮下組織めちゃくちゃ熱くない？これ急潜水急浮上を繰り返すマンボウは水圧が急変するから、浮力調整に浮き袋なんか使ったら破裂するんで、浮き袋をマンボウまず持ってないんですよね。そこで役立つのがこの皮下の分厚いコラーゲンの層です。比重が海水よりほんのちょっとだけ軽くて、どんな水圧下でも安定して浮力が出せます。マンボウはお昼時に深海に潜って、夜間は浅場に上がってくるんですけど、深海に潜るときはこの浮力がめちゃくちゃ浮くわけでもないから、自力で泳げばいけるみたい。じゃあ次はね、お肉早速切り分けていきます。ゼラチンみたいな、ほらおお、やったー。めっちゃ綺麗に取れた。見てみんな、プルップル。よし、取れましたよ、お肉。このマンボウの巨体からこんくらいしか取れないとなると結構少ないか。じゃあ最後この骨を取り除いて、中のお肉を出していくと。あ、いや、骨柔らかい。普通の魚ならさ、包丁入れてこんなスパッて切れない。軟骨みたい。ほら、骨密度がめちゃくちゃ薄い。骨粗鬆症や、これ。上の膜剥がしたんだけど、さっきと同じようにここにもう一回ラインを入れて、こっから引き剥がすのを通る、その作戦。ほらいった。さばいてて水が出てくるって新発見というか新しいな。なかなかね、水気がすごいからどこまでが皮膚か分かんなくなって、ちょっとそこが難しいけど、なんとか半身もう見て、できた。めちゃくちゃ難しかったけど楽しいな。魚さばくっていうか楽しいわ。マンボウのお肉の部分を全部一旦移動させたんですけども、このね、まな板の上で姿作りやっていくんで、このままだと汚れてるからね、一回洗わないといけないのよ。ちょっとお風呂場でこれ洗っていこうと思います。先輩ごめんなさい、ほんとお風呂場でマンボウの汁を流して。よし、じゃあね、お刺身作っていきます。結構ね、水分取ったからさっきと違ってさ、しっかりしてるよね。水分量の多いハリセンボンの身みたいな感じがする。あ、でもほんと柔らかいね。よっしゃ、だいぶね、お刺身分切れたね。縁側付近、これ筋がめちゃくちゃ多いのよね、ほら。あらー、切り分けてからやんないと刺身にはできないから、ここら辺ちょっとね、さばくの難しかったね。はい、やっと姿盛りの準備整えました、皆さん。盛り付け用の食材がこんな感じであります。僕ね、絶望的にセンスないんだけど、今から頑張って並べていくわ。よっしゃ、皆さん、姿作り完成しました。こんなもう豪華に盛り付けたら、このマンボウちゃんもさぞかし今嬉しいはず。それじゃあ次は消化管の串焼き作っていきたいと思います。消化管の方をね、切っていくんだけど、マンボウの腸って最大10メートルにもなるから、マンボウの腸って超長いんだけど、今回の答えはちょっとちっちゃかったから、マンボウの腸は少し短めなんだよね。半分に一旦切ろうかな。意外と綺麗やな。しかも肉厚。ちょっと臭いね。匂いは結構強いよ。鼻にね、ツーンってくるね。夢にまで出てくる匂いではないね。よし、こんな感じでガンガン切っていきますよ。結構な量だね。マンボウの腸が超長いといえば、マンボウで超多いものがありまして、マンボウって産卵するときに卵を3億個ぐらい海にぶちまけるのよ。もうとにかく。魚類の中でもトップのトップクラス。けどね、その中でもマンボウは制御になれるのは3から5匹なんですよね。すごい確率じゃない、それって。よっしゃ、串打ちしてきまーす。よっしゃ、2本とも完成しました。あとこれね、塩振って焼いていくだけだね。
まいでしょ。完成しました。マンボウの串焼き一丁完成。オン。いや、みんな塩焼きめちゃくちゃうまそうなんだけど、ほら。これはうまいだろ。お腹空きすぎて、もうちょっと我慢できないから、これちょっと食っていい？まず、うんまっ！刺身があんだけ柔らかかったから火通すだけでこんな旨味って凝縮するんですね。さっきね、食べちゃったんで、もう一つ作りました。追加で。これも今もう食べちゃいたいぐらい美味しそうなんだけど。オッケー。美味しそう。まずここら辺で切りまして。断面がめっちゃ綺麗。丼アタック。結構焼けてきたんで、一旦このムニエルだけ避難させます。そこにですね、バター、肝を贅沢にうまそう。これもう匂いがね、もう旨味の塊よ。はい、皆さん、マンボウのフルコース、完成いたしました。じゃあまずはやっぱ姿盛りからいきましょうか。醤油つけて、いただきます。なんかさ、切りたての時って水気があってブヨブヨしてたじゃん。切ってしばらくして他のね調理をしてる時にマンボウってどんどんさ身から水分が出てくるのよ。水分が下にさっきね流れてたんですけども、水分が抜けたことによって無駄なね水気が飛んでうまくなってる。ちょっとなんかね食った瞬間に旨味がガツーンってくる感じではない。じゃあもう一ついきますよ。ちょっとレモン少しこうやってやってねつけていただきます。レモンやるとめっちゃうまいぞ。平ら貝みたいな感じだな。レモンやると身が締まって、レモン結構好きかも。なんか貝みたいな感じで楽しめる。いやーマジでうまそう。これ本当にいただきます。めっちゃうまいんですけど、8割うまみ2割うんこマジでうまくこそぎ取れてなかったわ。内容物の匂いが強かったのと、うまくこそぎ取れてなかっただけで、しっかり調理すればマジでうまい。ポテンシャル一番感じたかも。これうまいわ。じゃあ次はムニエルいきます。ムニエルいただきます。いや、なんかちょっと苦いんだよ。苦いというか、もっとね旨味がガツンってくると思ったら、なんかシンプルに苦手な味だったわ。この肝自体はすごい美味しいんですけど、バターと合わせることによって味が喧嘩しちゃってる。やっぱりね、火を入れるとマンボウの身自体はすごい美味しいよ。じゃあお来た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 。マンボウゲストエマスチャンネルくんです。部屋に入って30秒でマンボウを食わされる男。はい、どうぞ。やっぱ味しないよね。味しなくない？やっぱ刺身でも。エマちゃんレモンかけて食べて。レモン、はい。さっきよりうまい。うまいよね。レモン変わるくない？これやばい。はい、じゃあせーの、ごちそうさまでした。いや、みんなマンボウうまかったわ。あと意外とね、すぐペロリと食えちゃったよ。一番おすすめはね、レモンかも。レモンね、これめっちゃつけて食うとさっぱりしてるし、本当に食べやすい。レモンつけて食うのが俺的には一番美味しかったかな。今回マンボウ初めてさばいてみましたけど、難しかったけど楽しかったって感じで、皆さん本当にね、ここまで動画見ていただいてありがとうございました。それじゃあね、また次の動画でやりましょう。もう本当に夜中のね2時半に来てくれてありがとう。こちらこそありがとう。